こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回もちょっと間が空いてしまいましたが、こちらダム湖の続きをやっていきたいと思います。まずとりあえずはダムの左右に柵をつけていきたいと思います。柵の商品としてはいろいろと発売されておりますが、自分が理想とするような柵というのはなかなか見つけるのが難しくて、今回ちょっとおっと思って購入してみたのがこちらの甲府モデルさんの商品となります。こちらはペーパー製のものでレーザーカットしたものになりますが、割と弱いイメージがありましたが、木工用ボンドの水溶液を染み込ませてさらに塗装しますとカチカチになります。で、ペーパーなので加工も簡単でこんな風にカットしまして、紙なので木工用ボンドで十分接着いたしますけれども、こんな風に L 字にしましてダムの方に仮設置してみたのがこんな感じでございます。それでこちらがペーパーの余った部分なんですけども、ちょっと全体像を撮影するのを忘れてしまいましたが、いわゆる切れ端を利用しまして、今度はこの部分に階段をつけていきたいと思います。当初の予定ではこういった100均で買ってきた木製スティックか、あるいはプラ板を使ってこの階段を作ろうと考えておりましたが、ちょうど厚さが1ミリほどで、しかもペーパー製なので加工がしやすいので、今回はこちらを使うことにいたしました。これを等間隔に階段状に貼り付けていきまして、ちょっと失敗してはみ出したりした場合でも紙なのですぐにカッターナイフで切れるので、比較的簡単に作れるかと思います。この時製品としてレーザーカットされてる綺麗な断面を手前の方に持ってきます。その後グレーに塗装いたしまして、今度は横に手すりをつけてみたいと思いますが、こういった階段状に合うようなものは既製品ではほぼ販売しておりませんので、今回は真鍮線で作ることにいたしましたが、これがなかなか年齢とともに器用さみたいなものが失われて、若い頃はこういう作業は嫌いではなかったんですが、なかなかうまくいきませんので、何個か余分に作りまして、そのうちのいいのだけを使ったという感じでございまして、取り付けてみたのがこんな感じでございます。こっちの方はさらにハードルが高くて、何度かやり直してみたんですが、ちょっとこの辺がねうまくいけてないですが、とりあえず OK ということでこのまま進めたいと思います。それで一応仮置きですけども、こんな感じにする予定でございます。次は湖の周りの土手を仕上げていきたいと思います。まずは湖面が汚れないようにマスキングをいたしまして、それから境界線として遊歩道を設置してみました。一番奥の木製の通路については別の動画に作り方を説明しておりますので、よければこちらをご覧ください。遊歩道はちょっと石畳風にしたいなと思って、当初は津川横のデザインプラスチックペーパーというのを使う予定でしたが、家の中を探し回っておりますと紙製のものがありましたので、こちらをちょっと細身にこんな風にカットしまして使うことにいたしました。これを貼り付けていきまして、お次は柵の方を取り付けていきたいんですが、使っているのは加藤のコンクリート防護柵というのを茶色く木製のように見立てて塗装した後設置しております。一応 1.2mm のピンバイスで穴を開けて、それから差し込むだけの状態に今はしております。
こんな感じで湖の縁の部分を石畳調の遊歩道で囲ってみまして、この一番奥の方は SL 広場的なちょっとした公園にしたいと思います。こちらはスチレンボードをカットして塗装した上にフレキシブルレールをカットして乗せただけのものになりますが、この上にはちょっと動かなくなった C55 流線型を置こうかと計画しております。ではこの遊歩道の内側に絞って仕上げていきたいと思います。まず使う素材としましては加藤のフィールドグラス、こちらは緑色と黄色と2種類用意しました。これを接着するのにはジェルメディウムを使いますが、このまま使うとツヤがありますので、ちょっとツヤ消し剤を混ぜて使います。もともとツヤ消しのマットジェルメディウムというのも売っておりますが、ちょっとジェルメディウムとツヤ消し剤が大量にあるので、個人的にもったいないのでこういう使い方をしております。ではこれを混ぜ合わせまして、草をつけたいところに塗っていきます。ちょっと動画編集の都合上順番が逆になっておりますが、本来はフィールドグラスを切って準備してからこれを塗る方が乾かないのでいいかと思います。同じようにあまり一気に広範囲に塗ってしまうと乾いてしまうので、そこそこの範囲で留めておくのがいいかと思います。それでこれは単品で使ってももちろんいいんですが、混ぜるとちょっと素敵な感じになるので、ただ完全に混ぜようと思いますとかえって変になりますので、ざっくりと混ぜるのがいいと思います。それでこんな感じでクリップで留めて、ハサミで根元をビシッと切ります。この時1ミリぐらい残して切るのがコツでございます。でこれを次々に作っていくわけですが、あまりにも長いのは切りますが、あまりにビシッとまっすぐに切ってしまうと不自然な感じに見えるので、草の上の方は不規則で自然な感じ、根元の方はバシッとまっすぐに切るというのがコツでございます。ところがこの2つは矛盾してるんで、ちょっと崩してからクリップに挟んでいくっていうような作業になります。でこの素材なかなかね、自分の思う通りにはなってくれないので、一度でバッチリ決めようとせずに、接着して乾燥した後にハサミで余分な部分をカットしたり、それから掃除機で吸ったりできますので、あまり神経質にならずに作業をするのがいいかと思います。ではクリップのほか洗濯バサミとか何でも使えますが、身近にあるハサミのものでこんな風に一通り用意いたしましたら、こちらを貼り付けていきます。ではこういった透明の素材にこんな風に先ほどのジェルメディウムを塗っていきます。これはお弁当の蓋ですね。でこんな風にちょっと先の方に軽くメディウムをつけていきます。でこれを現地に持ってきまして、ちょっと撮影が難しくて手が邪魔ですが、コツとしてはちょっと一瞬だけ押し付けてクリップを大きく開く、そういった感じがいいかと思います。それでクリップで落としたままだとまっすぐになって不自然なので、先が尖ったようなピンセットを使って少しずらしてあげると自然な感じに見えるかと思います。これを繰り返していきまして、1回目がこんな感じ、随分荒れたような感じに見えますが、乾いてから先の長いところをカットしますといい感じになってきます。これを繰り返しやってきまして、こんな感じになりました。
立ち草の根元の方が気になった場合は少しパウダー類、こちらは加藤のナノプランツという商品になりますけど、こういったもので仕上げるといいかと思います。それでこの木製通路の下の方はクリップを落とせないので、こちらの方はこれも加藤の商品でギガプランツという商品になりますけど、これをちぎって置いていきます。それでちょっとアクセントつけて、1回目はこんな感じ、2回目は立ち草の色を全部黄色に統一しましてやってみたのがこんな感じ。こういったススキを中心とした立ち草でずっと土手を覆い尽くすのも悪くはないんですが、ちょっと範囲が広いので全てこれだけだと味気ないというのもあるし、手間がかかるので、だいたい3分の1から半分ぐらいはこういった立ち草にして、残りは少し大きめのプランツ類、それとそれをシート状にまとめたプランツシート、最近この辺名前が変わりまして、以前はフォーリッジと呼ばれていた商品になりますけど、この辺りを使ってみたいと思います。対岸の方はこんな感じでギガプランツを使いまして単色にまとめてみました。範囲が狭いとこんな感じで単色にするとまとまりがいいですが、あまり範囲が広いと味気なく見えるので、その辺が難しいところでございます。個人的に加藤の商品を利用させてもらっておりますが、様々なメーカーからこのようなジオラマの素材が発売されておりまして、これを紹介しようと思いますとキリがありませんので割愛させていただきますが、最近100円ショップでもこういったジオラマ用品のラインナップが増えておりまして、そちらを利用するのも手かと思います。それでこれは100均のセリアで購入したやつなんですけど、ジオラマ用品ではなくてキャンプ用品の、いわゆるキャンプファイヤーとかの火種に使うような素材となります。これをこんな風にちぎって先ほどのフィールドグラス、立ち草ですね、同じような感じで仕上げますとちょっと荒れた感じになりまして、こんな風に仕上げることもできます。この素材はプランツシートのシート代わりとしても使えまして、こんな風にプランツシートと合わせてジオラマのりスプレーなどでスプレーをした後、こちらはコースターフと以前呼ばれていた商品で、現在はスモールプランツという名前に変わっておりますが、こちらを接着していきまして、こういったものをたくさん作ってつなぎ合わせたのがこんな感じになります。それで現地に持ってきたのがこんな感じで、色と色との境目のいいアクセントになるかと思います。では最後にプランツシート、こちら1枚ものになっている商品ですが、このまま使ってもいいんですが、こんな風に手で裂いて下から順番に上の方に重ねていく感じに設置していきますと、割と立体的に見えていい感じだと思います。この時ハサミなどでまっすぐ切らずに手でちぎって形を整えて、だいたいこんな感じにするのがいいかと思います。ではこの斜面に艶消しのメディウムを塗って、こちらを下から順番に上に重ねて貼っていきます。それで全体的に仕上げてみたのがこんな感じでございまして、今回は YouTube の撮影ということでいろんな手法を用いてやってきましたが、あんまりこの色をたくさん変えるとかえって変になりますので、2色か3色ぐらいにとどめた方が本来は無難かと思います。こちらは数年前に作った別のジオラマになりますが、この土手は単色で仕上げておりまして、
こんな風に1色だけでいきますと失敗しづらくて無難かと思いますが、なんか味気ない感じもいたします。現状制作中のジオラマについてはまだたくさんやることがあるので、しばらくはこのままでいきますが、悪くはないんですが、ベストという感じではないので今後変更するかもしれません。それで最後に失敗したところですね、この柱がどうも浮いちゃっておりまして、正確に測ってレジンを流したつもりだったんですが、レジンが固まる時に少々ずれるんでしょうかね。これはそのままでは直せないので、ウェザリングか何かでごまかしたいと思います。なのでこういうところを作るときはレジンを流した後鉄橋を全てつなげてテープか何かで固定して固めるのがいいかと思います。では今回は動画配信の間隔が長くなってしまいましたが、こういったジオラマを作りながら撮影して、そして編集するという作業は意外とハードルが高くて、次回もまた一月ぐらい先になろうかと思いますが、次回以降の配信もよろしくお願い申し上げます。ということでご視聴ありがとうございました。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。